それに今日はあんたらが戦に勝てるようとっておきの武器を連れてきた。武器？この男はイギリスの武器商人と太いつながりがあってね。その気になりゃ江戸城を一日で落とせるほどの武器弾薬を調達できる。土佐脱藩浪士坂本龍馬だ。坂本龍馬。その局長直々の仕事がある。お前に頼むよう言われた。何？お前坂本龍馬という名前に聞き覚えは？知っているのか？いや、知らねえ名前だ。坂本は土佐藩の勤王志士だ。武市半平太の作った土佐勤王党の筆頭。1年前に藩の三世吉田東洋を暗殺して土佐を脱藩した。この坂本龍馬をお前に探ってきてもらいたい。なんで俺なんだ？不服ということか？いや、わかった。で、どうすればいい？坂本龍馬について我々が掴んでいるのは、まず数日前に京の薩摩藩邸に現れたって。薩摩藩邸？そんなとこに坂本龍馬が？何かおかしいか？いや、続けてくれ。それ以前、坂本は土佐を脱藩した後、幕臣勝麟太郎の門人となって怪術を身につけた。怪術？船の操作だ。その船で長崎から密かにイギリスの武器を買い付けているらしい。トマス・グラバーって武器商人と通じてな。イギリスの武器を？どういうことなんだ？局長はそいつを探れと言っている。まずは薩摩藩邸へ行け。坂本龍馬は勝麟太郎と一緒に薩摩の西郷吉之助を訪ねたっていう。その西郷に話を聞くのがまずお前のやるべき仕事だな。西郷吉之助か。仕事が済めば局長に報告することになる。その時近藤さんにも会える。あんたに聞きたいことがあってきた。あんたとは知らん仲やない。話くらいは聞いたろわ。坂本龍馬って男があんたに面会しに来たはずだ。そいつの話を聞きに来た。ほう、坂本龍馬。覚えないわ。何もんや。勝麟太郎って幕府の人間がここへ連れてきた男だ。覚えてんだろう。そんなに昔の話じゃねえ。そうか？せやけどあかんな。全然思い出せん。斉藤さん、お待ちを。山崎か。局長がお呼びです。坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで。何？それじゃ局長に会えるのか？もちろん。場所は？祇園にある料亭旭屋。局長はそこでお待ちです。ただしその場所は他言無用に。たとえ相手が新選組の大使であってもです。わかった。どこだ？あんまり逃げんなよ。近藤先生、こっちこっち。先生、こっちどす。どっちだ？お、そこか。ほら。よし、捕まえた。
姉さんわざと捕まらはったやろ。あなんだこりゃ。血の匂いか。血の匂い？いや、思ったより早く来たな。3番隊隊長斉藤はじめです。知ってるよ、俺が呼んだんだからよ。あなたが局長の。なあ、新選組局長近藤勇だ。それで頼んだ件は調べてくれたかい？例の坂本龍馬。はい。坂本が現れたという薩摩藩邸に行ってきましたが、あいにく西郷にはとぼけられました。まあそんなとこだろうな。もともと西郷には期待しちゃいなかったんだ。それはどういう意味で？坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな。本人が京にいねえんだから薩摩もいくらだって白切れる。今西郷に聞いたところでろくな返事はねえだろうよ。だからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃない。ただでさえ本音を見せねえ西郷の口割らせるのは簡単なことじゃねえからな。けど大収穫だ。いやー、あんたいい仕事したぜ斉藤さんよ。俺がですか？だってよ、坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだからな。薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってな、真っ赤な偽物だ。だよな。本物の龍馬さん。新選組としてあんたを粛清しようって話じゃねえ。それだけは分かってる。単刀直入に言やよ。俺はあんたの腕を高く買っててね。別にあんたが坂本龍馬でも斎藤はじめでも構わねえんだ。ただ俺のある計画に乗ってもらいてえとは思ってる。ある計画？なあ、日本の都を京から江戸へ移す江戸遷都計画だ。江戸遷都計画だと？夢みてえな話だろ。だがこれは至って真面目な計画だ。ほらよ、これが最終的にこの日本を救う唯一の道だと信じて、この国を救うために肝心なのはな、金の獅子が目指す大規模な倒幕戦争を起こさせねえことだ。このまま放っておきゃいずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦争が起きる。だが連中が幕府を倒せたとして、その時内戦で疲弊しきった日本人にアメリカやイギリスと戦う力はもう残らねえ。するとどうなる？異国の白人連中は一発の銃も撃たずに日本を手に入れられるかもだ。江戸に遷都すればそうはならねえのか？ただしその前に京を焼き御所に刺客を放って朝廷を滅ぼす。なんだと？じゃああんたは池田屋事件の時の連中と同じことをしようとしているのか？あれと一緒にされたら困るね。俺は帝をさらうような真似はしに。要は
帝が朝廷にも幕府にも属さない政治とは別の存在にならなきゃならねえってことだ。別の存在？そもそもこの国が勤王と幕府でぶつかってんのも全てはどっちが偉いのか分かりにくいって話さ。だから俺はその概念ごとぶっ潰してやろうと思ってんだ。それが今日の町を焼き払うことなのか？そうよ。今日の町は朝廷という権力の象徴だ。だがこの国を仕切ってるのは江戸の幕府だ。これがややこしい。ならいっそどっちかをなくしゃせっけりする。あんた自分が何を言ってるのか分かっているのか？もちろんだ。だが朝廷がなくなり京が焼ければ帝も致し方なく江戸へ移られる。その時帝が住む江戸、それを仕切る幕府に勤王志士どもが入り込む余地はねえ。早い話、日本って国の中枢を一ところに集めるんだ。それが一番わかりやすい。だが朝廷を滅ぼせばそれこそ幕府は日本中の武士に報復される。だからそうならねえように誰が今日の町を焼き払ったのかわからねえようにする必要があるのさ。そしてそれができるのは選ばれし能力を持った男たちのみだ。それはまさか。さあ、俺はその計画のために新選組を作ったんだ。京を滅ぼすのに必要な精鋭を集め選別するためにだ。もっともまだこの計画を知ってるのはほんの一握りの幹部だけだ。だったらなぜ俺に計画のことを話した？俺はあんたの腕を買ってるって言ったら、それにお前さんとならよ取引できると思ってる。俺との取引？何のことだ？吉田東洋を暗殺した覆面の男のことで、俺はそいつをお前さんに渡してやれる。土佐を脱藩してまで追ってるんだろう。悪い話じゃねえはずだ。あんたやはりあの覆面の正体を知っているのか？そりゃまあな。これでも新選組の局長をやってるんでね。新選組のことで俺の知らねえことはね。どうだい？覆面の男を渡してほしけりゃまず俺の言うことを聞くってな。さっきの馬鹿げた計画に乗れってのか？馬鹿げた計あんたの言ってることは理にかなってる。だがな、今日の町の人間はどうなる？目的のためだったら多少の犠牲は構わないってことか？倒幕戦争が起こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる。生きるとは一時が万事犠牲を伴うのだ。お前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるな。おい、逃げ出すのかい？俺はどんな理由であれ女子供を巻き込むような真似はしない。そうか。本当にそれしかないのか？何かを変えるには
絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだな、お前さんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろ、これまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前金の党の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前、今なんて。お前がおやっさんの話したことを知ってる。あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。ここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからな。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな。何こいつに見覚えがあるのか。やはりお前があの時の。生きてるうちにそれがわかるといいな。さあ、1年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しましてもらうよ。行くぞ、坂本龍馬。本気で来い。俺も衰えたもんだ。たまには現場にも顔を出すんだな、局長。いい気になりやがって。今度あんたはあの覆面の男じゃねえ。なぜそう思う。おやっさんを切ったあの覆面の男はあんたよりも強かった。まったく傷つくねえ。覆面の男は誰だ。計画に乗れば教えてやる。そう言ったはずだぜ。おい、なんだ、やめるのかい。あんたの言った通りだ。俺はまだまだガキってことだ。はあ。わからねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ。そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやっさんは誰にどうして殺されたのか、この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない。このことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな。文句あるが勝負に負けたんだ。今日はしてやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃあんたと戦ってもう一つ分かったことがある。なんだ。天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ。俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに多く、
もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい？いいやつえなあいつは。そうは思わねえが、源さん。勇さん、いいのか？このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。まあだがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。あれが坂本龍馬。